それでは、列名の変更、列の削除とフィルタリングについて説明します。使用するデータは、前回使用したデータフレーム、コンバインド DF を用います。それでは、このデータをまず見てみましょう。先頭5行を表示しています。列はデート、プロダクト、リージョン、ステート、カスタマー ID、ノーツとなっています。最初は列名を変更します。使用するのは、リネームメソッドを使います。このコマンドでは、カラムス引数に辞書形式で、元の列名コロン、新しい列名で指定していきます。またインプレースイコールフォルスとして設定すると元のデータフレームは変更されず、新しいデータフレームが返されます。インプレスイコールフォルスは、デフォルトなので省略できます。62行目でコンバインド df.rename として、カラムスの設定値として、辞書形式で63、64行のように列名の変更を設定します。カスタマーアンダーライン ID は新しい名前として、アンダーラインを取ってカスタマー ID として設定します。またセールスは、アマウントソルドに変更します。そして、変更されたデータフレーム DF リネームドを表示します。それでは、続きを実行してみましょう。実行すると、カスタマーアンダーライン ID がカスタマー ID に変更されて、セールスがアマウントソルドに変更されているのが確認できます。次は、不要な列の削除です。使用するメソッドはドロップを使用します。削除したい列名をリストで設定します。またこの時、方向を設定するのにアクシスを使いますが、列ではアクシス1として設定を行います。例であれば行となります。今回は、データフレーム DF アンダーラインリネームドを使用してドロップメソッドを実行します。括弧の中には、カラムスイコールリストとして列名ノーツを設定します。そして、結果を DF アンダーラインクリーンドに代入し表示します。それでは、実行してみましょう。実行結果は、ノーツ列が削除されているのが確認できます。ここが削除された列となります。次は条件でデータを絞り込む方法です。アマウントソルドが5000以上のデータを抽出してみます。データフレーム DF アンダーラインクリーンドのアマウントソルド列が5000以上の列を92行のようにして抽出してハイアンダーラインセールスアンダーライン DF に代入します。このように5000以下のデータも存在しています。それでは実行してみます。実行結果は1000以上のデータのみとなりました。次は特定の地域リジョンのデータを抽出します。リージョンがイーストまたウエストの行を抽出してみます。この場合、リージョンがイーストまたはウエストですので、各条件を括弧で囲み設定します。また2つの条件の論理演算子として、OR 条件としてパイプを使います。ちなみにAND条件はアンパサンドを使います。こちらがリージョンがイーストに等しい場合の設定です。等しいは、イコールを2つ並べて条件設定します。OR はパイプラインを使用します。そして、リージョンがウエストに等しい。これらの両方の条件は、括弧で囲みます。実行前のデータには NOS があります。それでは、を実行してみましょう。抽出されたデータを見ると、ウエストとイーストのみとなりました。それでは最後にAND条件で抽出してみましょう。プロダクトが A かつアマウントソルドが3000未満の行を抽出します。この場合、AND条件をアンパサンドを使用して行います。それでは、実行してみましょう。すると、プロダクトが A のみとなり、アマウント、ソルドが3000未満となっていることがわかります。